都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。マスターが実況解説の道を選んだきっかけって何かあったんですか？2004年5年ぐらいにですね、闘撃っていう大会があったんですけど、確か2005年の闘撃の鉄拳5の部門で解説をやってました。8年ぐらいねやらせてもらってますけど。長い。長いねもうね。お、いらっしゃい。こんばんは。ストリートファイター5で活躍中の魚群の皆さんじゃないですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。今週はプロゲーミングチーム魚群のメンバー4人がご来店。魚群のリーダーとしてチームを牽引する孫選手。個性的なパフォーマンスに定評があり、世界トップクラスの実力を持つ強豪プレイヤーです。そしてミスター最適解の異名を持つマチャボー選手。状況や相手の動きを読む観察眼に長けた国内屈指のプレイヤーです。第3回ハメジュンカップ優勝の水葉選手。地道な攻略に裏打ちされた実力は本物。積極的に配信活動も行っています。チームのムードメーカーモケ選手。カプコンカップ2017、4位入賞など海外大会でも活躍する注目の若手プレイヤーです。プロゲーミングチーム魚群の皆さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。4人のチームでやっていて印象に残っている出来事を聞いていきたいと思います。ではまず孫さんから。一緒にやったことっていうのがもう数える一緒くらいいいっすよね。にやったことっていうのが、でもそれはなんか魚群の時だったかな。模型とか水葉とかと一緒に一昨年のストリートファイターリーグの時に、じゃあ俺ん家集まってみんなで練習しようかってなった時に、俺が階段からずっこけて気絶したっていう事件があったんですよ。そうそれでこの2人青ざめたっていう。なんなら僕一緒に救急車乗りましたからね。一緒に救急車いやだからそういうのは印象的だったかな。それ周りから見たらそうだな。いいエピソード忘れられないっす。忘れられないけどちょっとトラウマになりかねないよね。なりかねないすげえ印象的かなそれは。お次マチャボー選手。僕が特に合わせるところがすごい苦手なので、なんか今までストリートファイターリーグいっぱい出させてもらいましたけど、去年が一番チームとしてやった感じだったので、今までチームとしてやってますけど好きにやっていいよという感じでアドバイスとかをもらったりとかもするっていうのが今までやっぱあんまなかったので、逆になんか難しかったんですよね。そういうやっぱチームならではのなんかいいところもあるし、難しいところもあるなっていうのがすごい印象的で、去年も本当苦労した記憶がありますね。なるほど。水葉選手いかがですか？魚群ができた時に定型配信のオープニング用にPV みたいのを撮ったんですけど、海辺に行ってなんか砂浜でみんな横で並んでなんかいろいろ話しながらそういう動画撮影の機会があって、レンタカーじゃない？湘南まで行ったんだよ。湘南までそうその時に水葉の何人かいたから、その話題をねちょっと水葉苦手だろうから、苦手だったらちょっとあえてやってみようっつってやらせてみたら、好きなサンドイッチは何ですかと好きなおにぎりの具は何ですかっていう。めっちゃでもそれこそなんかこの4人はそもそももともと知り合いだったんですけど、チョモスさん僕なんかは初めてだったりとかしたので、そうですよね。当時5人だったのでまだチョモスはチョモスで鮭っすねって言って終わりに。めっちゃ想像できる。いやかなり上の空ですね。これなんか意味あるんすか？でもやっぱり大事ですよ。好きなサンドイッチとかおにぎりの具を聞いとくことで、コンビニまで買ってきてよって言われた時に、あれが好きだったってでも全く覚えてないでしょ。でも覚えてないっすね。その話すんだったら覚えてるべきだよね。そうなんですけどね。はい、最後モケ選手お願いします。番組の企画でみんなでマリオパーティーしたのがすごい楽しかったなっていう印象あったね。面白かったね。あれ石井プロ交えてね。誰が最後ゴールするまでに一番ポイントが高いかっていうのを競うわけじゃないですか。でやっぱ当然ビリの人はすごくもう悪口を言われちゃうわけですよ。なんかそういうなんかみんなの性格の悪さを見れた
時間だったんですげえ印象的ですし、すっげえ楽しかったなっていう。あんまのかないいチームじゃなさそうだね。とことんビリをけなすっていう。これ聞いていくとね結構危険なチームですねこれはね。いやすげえ楽しかったですね。じゃあここからはメンバー同士の印象についてですね伺っていきたいんですよね。まずはこのリーダー孫選手についての印象を伺っていきたいと思います。孫さんはやっぱでも面倒見の良さですよね。でその面倒見の良さに僕はすごく最初プロになる前とかは、大阪にいた時代に東京に遠征しに来た時とか家に泊めてもらったりとか、なんで僕はすごく一番にお世話になった人ですし、っていう印象ですかね。まあそのお世話になった分も焼肉でもはいもう返したんで、それ言いたくてたまんなかったよ。手切れ焼肉って言われてくる。いやいやいや1年の最後年末に今年ありがとうございましたっつって孫さんに焼肉をご馳走したんですけど、まあその次の年以降はもう連絡を途絶えたっていうのをずっと言い張るんですけど、そんなことない。用済みだから。まあありがとうございました。ありがとうございます。続いてマッチャボー選手の印象いかがでしょうか。優しい人だなっていう印象があって、なんかとにかく優しい。雑だね。いやでもその会話の半分が優しい。違うバファリンか抹茶棒かぐらいじゃなくて、その例えば話す時も人の意見も受け入れてくれる人なんで、その気持ちも分かるよっていう手でなんか話してくれたりするんですよ。こうフェアに話せてる感があって、で年上の方がそう年下にやってくれるのって、まあ、優しいじゃないですか。だからそう感じますね。はい。じゃあ水沢選手のですね印象についてお願いいたします。不器用なやつっすね。もろもろと。結構やっぱ人付き合いとかも結構不器用だったりとかする部分、まああんまり慣れてないっていうのかな。その中でも自分の苦手な部分をちゃんとやってみようっていう意思が結構見えるから、そこら辺を頑張る子っていう。もともとはなんかその対戦会とかあった時になんか3時間ぐらいずっと見てるだけだったんだよね。3時間は持ってるんですか多分。持ってるかな。さすがに。でも2時間ぐらいはある。せっかくしかも何もしてない。せっかくそこまで1時間半とかかけて来てるのに、それでずっと見てるだけってもったいなくないって話で。だから自分からなんか対戦したいんだったら自分から声かけた方がいいよっていうふうに一応言った後に自分から声かけるようになったのかなっていうイメージかな。まあそれ何が言いたいかっていうと、もともとはそうじゃないんだけども、自分から変わらなきゃいけないと思って変わろうと思ってるっていう、そういうそういう意味ではまさに積極的にそういうことなんですね。はい、ありがとうございます。では最後にモケ選手の印象を教えてください。そうですね、なんか一番バランスがいい人間だなと思います。マイペースな部分だから自分の中で絶対崩されたくない部分はあるんですけど、ただ僕もそういう人間ではあるんですけど、僕よりもなんか社交的、社交辞令とかそう一番社交的、多分俺らの中でそうなんですけど、崩されたくない部分がある人って社交的にならないと思うし、まあ、僕もそうだったりするんですけど、だけどそういう部分なんかこうだからなんか本当バランスがいい。何考えてるか分かんないです。いやこれ笑顔になっちゃいますよね。そうだね。かな。そうですね。なんかそれこういうのなんかそんなイメージですかね。はい、そしてここからは、先日行われましたストリートファイター5チャンピオンエディションジャパンオープン2022について伺っていきたいと思います。なんと見事孫選手が準優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや予選の方もかなりの激戦だったと思うんですけれども、皆さん振り返ってみていかがだったでしょうか。それ前がちょっとやっぱリーグがすごかった、リーグで濃い時間を過ごしていたんですけど、やっぱリーグとトーナメントっていうのはまた別物だなというのをこう再認識した大会だったんですけど、僕って結構今まではトーナメントって結構自信があったんですよ。なんかレアキャラ、例えばレアキャラにあんま負けなかったりとか、そういう風になんか自分の中で自負してたものが今回結構崩れちゃって、自分の中でやっぱちょっと練習方法を大会によって変えなきゃいけないっていうのを本当に再認識した大会だったので、そうですね、ちょっと思った風にはいかなかったなっていう感じでしたね、僕は。今回ルークっていう新しいキャラクターでトーナメントに出て、まあ負けちゃったのがネモさんと流星さんのユリアンだったんですけど、トッププレイヤーが使ってるキャラクターに対しての対策が甘かったのかなって思いましたね。同じキャラにやっぱ負けてるんで、自分のキャラクターの動きの幅の狭さとかなんかそういうのが見えた大会でしたね。僕1回戦でルークを使っているプレイヤーに負けたんですよ。1回戦でルーザーズに落ちるっていう経験を初めてかな。
わけで、だけどそのルークっていうキャラに対してもすごくこう練習して取り組んでいったキャラだったんで、ダメな大会でしたね。そして孫選手はルーザーズファイナルで梅原選手に競り勝って川野選手とのグランドファイナルでした。振り返ってみていかがでしたか？まあだからその梅原戦に関してはストリートファイターリーグのがそのまま生きたかなっていうふうに思ってますね。結構その気合い入れて臨んで、まあ最初なんかその2試合トンで取るんですけど、そこからまくられて負けてしまったっていう流れだったんですよ、そのストリートファイターリーグの時って。でこのジャパンオープンの時も、似たような流れで2試合パタンで取って、でその後その2本取り返されて、ってなった時にそのジャパンオープンの時は読めたらちゃんとそのリスクを背負ってでもやるとか、そういうのをなんか意識づけてやったらなんかまあいいようにはまって、勝てたかな。勝負を仕掛けるっていう。まあ決勝に関してはきつかったっすね。ルークも出ましたもんね。一応ね、まあルーザーズで当たってたら多分出すことはなかったんだろうなと思うんですけど、もう日本代表になることも決まってたんで、まあ少し自分的にもちょっとチャレンジの気持ちで一回だけ出してみようって思って、そしたら何も起こらず本当に何も起こらなかったですよね。何も起こらず終わったんで、その後カリンがすげえ頑張ってくれたんですけど、まあ結局ダメでしたね。まあでもとにかく大会を通してそんなに自信なかったんですよね。準備が十分だったかと言われるとそうではない。なので結構準優勝できたことっていうのは結構びっくりしましたね、自分的にも。なるほど。まあこれでですね、アジア競技大会の日本代表に内定したわけなんですけれども、9月の大会に向けて意気込みの方をお願いします。アジア版のオリンピックって言われるぐらい規模の大きいもので、かなりその世間に認知されているっていうものだったらしいので、これはやっぱちょっと相当気合い入れなきゃいけないぞっていう、まあ胸を張って日本代表だと言えるぐらいの自信を持って臨みたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではまだまだお話を聞いていたいのですが、そろそろ皆さんの真剣勝負が見たくなってまいりました。孫選手、マチャボウ選手、水葉選手、モケ選手、お願いいたします。はいよ。はいよ。第13回ハメジュンカップ。はい、ここからはストリートファイター5チャンピオンエディションによるトーナメント戦をお送りしていきます。今回は魚群の皆さんによるスペシャルなトーナメントを開催。優勝者にはその栄誉をたたえ記念トロフィーが授与されます。1回戦の組み合わせはじゃんけんに勝ったマチャボウ選手がモケ選手を指名、孫選手と水葉選手が第2試合を戦います。ということで1回戦第1試合、マチャボウ選手とモケ選手の対戦です。じゃあまずは意気込みから聞いていきましょう。マチャボウ選手いかがでしょうか。一番負けたくないやつを選んだので頑張ります。ボッコボコにします。わかりました。じゃあ準備をして始めてください。これよくやってますよね、2人は。チーム内でも一番やってんじゃないかな。練習している中スタートしました。まずはじっくりだがしゃがみ中パンチを置いたのはまずマチャボウ、先手を取った。そうね、立ち回りではやっぱりキャミーの方が有利なんですけど、やっぱ、まあ、リーチの長さとか、リターンとか考えるとキャミーの方が有利なんですけど、ただその端を打ち慣れた時とか一回ターンを奪わせた時は、やっぱりそのラシードのラッシュ力の前に、そのキャミーの停滞力がちょっと耐えきれないっていう時はあります。1ラウンド目はまずオットジャンプ、イーストワールを飛び越えて体力半分のリードを奪っているマチャボウ。少しずつ画面足に押していきたい模型ですが、しゃがみ中キックしっかりと確認しています。意識しなきゃいけないのはこれは一先だということですね。そうですね。タッシュキック発動ヒットから画面端へ、ここからラシードの時間がやってくる。ここで中継発動ガードの上から一旦距離を取りますが、模型の攻めが始まります。ヒット、これはでかい。この後の駆け引きは重要。さあ投げ抜け誘う後ろに下がって中足イーグルスパイクで倒しきりました。今の発動はちょっとマイナスに結果的になってしまいましたね。苦しくて発動したんですけど、その後やっぱ模型がもしかしたら離してくるかもしれないとか、上を見てるかもしれないっていうので様子見てしまったら何もなかったっていう、端がキープされてしまったっていう形になったんでね。マチャボウはやはり序盤戦をうまく進めていきますね。中足からヒット確認、スパイラルアロー、体力半分のリード。先ほどはここからの模型の逆転がありましたが、この画面カウンターヒットしっかりと立ち強パンチにつないだ。いいっすね。もぎ取りましたマチャボウ。これで1対1、勝負は最終ラウンドへともつれ込みました。マチャボウはフルゲージ、
EX ゲージは満タンです。しかしタッチコーバンチクラッシュカウンター。しかし確認。しっかりと投げていくのはマチャボ。上は落ちずだが空を切ったところにタッチダックパンチ。タイミングがちょっと悪かった。後ろに投げて位置を入れ替えたが中継ヒット発動、使い切っていきます。ワンガードからの EX スピンミスターを無敵技で返したジャンプ。めくっている。しかし繋がらなかった。ボケとしては助かったと言っていいでしょう。タッチコーキッククラッシュカウンター。バックステップに引っかかったぞ。大きいダメージだ。さあこれタックキックエグいっすよ。どうする。ジャンプで逃げているがうまい。見えていた。1回戦第1試合勝者モケ。相手の心を折りました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう一回やりたいです。1試合選手なんですよね今回。先なんだな。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。続いてリーダー孫選手と第3回ハメジュンカップ優勝の水葉選手。厳しい戦いになるなと思いつつも、結局でもリーダーは俺なんで俺が勝つんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。そして、対戦相手水葉選手いかがでしょうか。勝って僕がリーダーになります。衝撃のいや、そういう気入ってますね。やれよ。ここ最近やはりこのシーズン5ではこのルークがかなり強いんじゃないかという評価をどんどん上げてきていますけれども、良いっすねこのキャラ。ループ使いないよな今もう。まず先頭はしかし孫誘った。しっかり確認して置き攻め。中パンチ暴れ。ループもかにタッチアキック差し返す形で、ここで V スキル2バスプレッサー。そうなの？マジか。投げに対して投げ抜けに対してリターンを取れるという技ですが、ここ最近ね V スキル1の方評価どんどん上がってきているっていう感じではあるんですけど、ここ V スキル2水葉選択です。いやキキこれ。そしてこの待っていく展開、このロックブレーカーがとにかく強力。他のキャラクターの V トリガーとは違って時間が経てば経つほどタイマー回復していく、待っていける V トリガー起こして、ロックブレーカリーダー変わっちゃう。ー。孫カリンの顔面を捉えました。有利な状況でやはり V トリガー一応こう発動した状態、非常に力強いですよね。カウンター1つつながりましたが、孫としてはどうするか機会を伺ってはいます。しかしルークの特にしゃがみジャパンチ、このタッチシューキックのリーチ、クラッシュカウンター。ゲージを1本使って画面足へと追い詰めていきました。ここから孫カリンの猛攻が始まるか。水はここで発動して押し返していきました。 V トリガー上しっかりと対空ライジングアッパー。水はにはフルゲージ。孫にもトリガーはありますが歩いて投げるのは水葉です。タッチコーキックガードの上から発動して後ろ投げ、ダメージを取っていく。さあグレンケンしっかりとゲージを溜まっていたところを見逃さずにクリティカルアーツ波動6式覇者の肩で倒しきりました。見事な状況判断でしたね。フルラウンドへもつれ込みましたが、水葉ルークは3ゲージフルゲージを持った状態です。タッチコーパンチから1つゲージを使ってきました。タッチジャックキック、安定の強さを生かして孫カリンのしゃがみ中キックを潰していきましたが、ここで画面足から孫カリンが押し返す展開。戦いに入りこのしゃがみ中キックをどうか確認していくか。カウンターヒット、孫のチャンス、スタン間際タッチ中キックヒット発動できるか。成功すれば入れ替えコンボで今度は孫を画面上、漏れてしまった。これは大きい。1本2本倒しきりには至らない。しかししゃがみジャックパンチ、勝者リーダー孫。完全に最後リーダーの圧出ましたね。リーダー頼みます、勝ってくださいっていう意思が伝わってきました。ありがとうございました。はい、ちょっと僕にはまだリーダー早かったです。第13回ハメジュンカップもいよいよ決勝戦。1回戦を勝ち上がった孫選手とモケ選手が激突します。模型はねもう本当に何考えてるかよく分かんないやつなんですけど、ゲームのプレイ以内ではねやっぱその分かりやすいプレイしてくれるんで勝てるかなと思ってます。なんか先ほどから孫さんがリーダーっていう風にずっともうこれは魚群に入ってからずっとなんですけど、ずっと自称されてるんで、ちょっとここで叩いてちょっと将棋に返したいなと思います。わかりました。正気ではないんですね。それでは準備して始めてください。
さあカリン対ラシードという組み合わせです。中距離の火力はカリンですが、ラシードはじっくり、そして画面端に追い詰めた後のラッシュが強力。おっとここはヒット確認をミスしてしまったところをしっかりとモケはつないでいきます。画面端この回すターンまで持ち込むか、それとも孫はいやまず一つ投げてスタンチが危ないぞ。どうする EXR 投げをしたところにしっかりと投げ、1ラウンド目で正気に帰るか。完璧な内容。同時になってる。ラシードらしい試合展開。孫は追い詰められました。じっくりとヒットを確認していきたいところだ。しゃがみ強パンチ、セッパが漏れていたところ EXR 投げ、これでスタンチが危ない。バックステップからカウンターヒットですが、おっとダッシュを追いかけて後ろ投げ。一息つけたのは孫のカリンですが、体力リードはモケです。逃げていきました。中足確認、グレンケンを使って攻め込んでいくが、立ち強キック発動。ガードは間に合ったが上からの攻めが非常に怖い。ここもガード強化空中イーグルス、立ち強キッククラッシュカウンター。タイマー温存して下段崩しきった。第13回ハメジュンカップ優勝モケ。ありがとうございます。そうっすね、まあちょっと今後魚群っていうチームを頑張ってまとめていこうかなと思ってます。リーダーとして頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして惜しくも敗れてしまった孫選手。いやあとはもう全部モケさんに任せてね、僕はちょっと細々とやっていきたいと思います。下っ端として頑張りますんで。ありがとうございました。ということで、第13回ハメジュンカップ優勝はモケ選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで本日も閉店のお時間となりました。音羽さんいかがだったでしょうか。いや、魚群は本当に個性豊かで楽しいチームだなと改めて思いましたし、これからはモケさんがリーダーということで、モケさんに私もついていかなきゃいけないんだなと思いました。本当です。大丈夫です。頑張って頑張っていただきます。頑張ります。何を頑張るはい。ゲストの皆さんにも一言ずついただきましょう。まあ久しぶりにねこうやって4人で、話せたっていうのもあるし、ハメコも含めて、あと戸塚さんとかも初めてお会いしたっていうのもあって、結構直接話せて結構面白かったなっていうふうに思うんで、試合に関してはあんまり覚えてないです。記憶がはい、ありがとうございましたそしてマチャボー選手いかがだったでしょうか。どう思ってるかとか、そういうの実はあんまり言ったりとかしたことなかったんで、面白かったですけど、ちょっとなんか照れくさいようなこともあったし、なんかすごい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして水羽選手いかがだったでしょうか。やっぱそのお互いのことをどう思ってるかっていう話が聞けて、すごい魚群の絆もね深まったと思うので、とても楽しかったです。ありがとうございましたありがとうございます。変わったんかな。そして見事ハメジュンカップ優勝を果たしたモケ選手いかがだったでしょうか。今後結構癖のあるやつらだけど、まあ結構まとまった時の力発揮すると思ってるから、このチームでやっていきたいね。頑張ろう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました頑張りましょうね。ということで、今夜の学芸喫茶ハメジュン、お客様は孫選手、マチャボー選手、水羽選手、そしてモケ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は川野選手、源選手、時戸選手、野比選手をお迎えしてのスペシャル企画、お楽しみに。